どうも MA です。今日はね、聞かせて塗装テクというものをやっていきたいと思います。この前ね、視聴者さんに応募をもらったんですけれども、応募もらった塗装作品いくつかいただきました。ありがとうございます。その中から私が独断と偏見で選ばせてもらって、添削ですね。作品の添削をやらせてもらおうと思います。で、添削させてもらうんだけれども、最初にちょっとこれは言っておきたいんですけれどもね、私はね、この世の中には人の数だけみんなそれぞれ感性があると思ってるので、ここで言ったその添削の内容っていうのは絶対というものはないと思うので、あくまで一つの感想として聞いてくれたら嬉しいです。ということで、じゃあやっていきたいと思います。今日はですね、みさきちさんから応募いただいたスラムダンクの桜木花道の二次元彩色のリペイントね、ちょっとやっていきたいと思います。スラムダンクはね、私今めちゃくちゃハマってます。最近さ、映画やってたじゃん、ザ・ファーストやってて、私実はそれをきっかけでスラムダンク見て、もう本当にだから最近なんだけどハマってたところだったから、ちょっと私もね、スラムダンクはね、何かしらやりたいなとか思いつつ、まずはみさきちさんのリペイントの添削からやらせていただこうかなと思います。楽しみです。作品の応募文なんだけれども、躍動感が出るようにこだわりましたと。バスケに夢中になり真剣に取り組むようになる成長中の桜木花道を表現しました。原作の雰囲気に近づけるように意識して二次元彩色で塗りました。添削してほしい部分に関しては、動いているところを描いたフィギュアで筋肉や線を使っての陰影塗装が難しかったです。また立体感がもっと出したかったのですが、直したい方がいいところがあれば教えていただけたら嬉しいです。フィギュアに興味が出てリペイントを知り、 MA1 先生を見つけてから憧れてリペイントを始めました。嬉しい。前回の仮面時代の YouTube 動画で皆さんの作品を紹介しているものを拝見していて、まさか自分が今度送る側になるとは思いませんでしたが、憧れの先生に見ていただけるならと勇気を出して送ってみました。ありがとうございます。まだまだお見苦しい部分もあり恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いします。ご活躍は大変嬉しいですが、お体気をつけてこれからもずっと応援しておりますということです。ありがとうございます。嬉しいですね。仮面時代から見てくれてるということで、とても嬉しい。はい、みさきちさんのこの作品なんですけど、まず第一印象としてかっこいいですね。スラムダンクはやっぱり見たことある人はわかると思うんだけれども、なんといってもやっぱり私の感想としてはめちゃくちゃやっぱストーリーも熱くてかっこいいし、何よりやっぱり登場人物、桜木花道ももちろん主人公でそうだけれども、見た目がなんといってもやっぱ結構かっこいいなって私的には思ってるから、そのかっこよさをこのフィギュアのリペイントのフィギュアをパッと見たその第一印象でちゃんと引き出せてる、感じさせてるっていうところはもう素晴らしいと思います。作品がね、多分大好きなんだろうなっていうのがすごい伝わってきますよね。あとね、よーく見てもらったら分かると思うんだけれども、結構ね、細かい線とかも引けてるんですよね。だから細かいところまでちゃんと目で追って筆で拾っていけてるっていうのがめちゃくちゃいいと思います。特にさ、このフィギュア結構髪の毛とかの作り込みがすごいなって思うんだけれども、そのね、なんか髪の毛束感をちゃんと拾って塗れてるし、あと服のシワの表現とか結構いいですよね。細かいところまで拾えていて、めちゃくちゃ観察できてていいと思います。正直ね、もうほんと十分このままでも完成されてる作品だし、とってももう素晴らしいんですけれども、今回添削に応募いただいたということなので、じゃあこれから添削させてもらおうと思います。で、今回ちょっと添削で見ていきたいポイントなんだけれども、みさきちさんは動いているところを描いたフィギュアで筋肉や線を使っての陰影表現が難しかった。だからもっと立体感が出したいって言ってるんですよね。だからちょっと今回一歩踏み込んだリペイントということで、立体感を出したいっていうこと、あと動いている躍動感を表現するっていうこと、あと原作の雰囲気に近づけるって、この3つをね、キーワードにお話ししていこうかなというふうに思います。なのでこの動画見てくれてる方で
今にもねこう動き出しそうな躍動感のあるフィギュアに塗ってみたいよっていう人とか、二次元彩色って結構平面的っていうイメージがあるじゃん。それはもちろん一個の良さなんだけれども、そこにプラスして立体的なそのリアリティな感じっていうのも追求したいっていう、ちょっとワンランク上の表現も目指してみたいっていう方、ぜひ最後まで見て何かしら学んでいってくれたら嬉しいなというふうに思います。それじゃあまずはじめに立体感を出したいということなんだけれどもね、これね実はどうだろう、これご本人が理解してるかどうかちょっとわからないんだけれども、実はねこの立体感を出してみたいっていうこの言葉が出てくるっていうことは、実はね三崎さんがやっぱ結構もうすでに二次元彩色をなんというかやられてるのかな、そのマスターしてるからこそ見えてくる着眼点なんじゃないかなって私は思います。二次元彩色はイラスト的で平面的な塗り方だから立体のフィギュアなんだけれども、いかにこう平面っぽい表現ができるだろう、平面っぽいその塗り方ができるのだろうかっていうような思考にとらわれて描いていくと思うんですよ。もちろんこれって間違ってはないんですね、二次元彩色だから。なんだけれども実はそういう二次元彩色平面っぽく塗らなきゃいけないっていうことだけにとらわれないっていうことも私はね結構重要だなと思ってて、立体的な塗りっていうところの表現それどう落とし込めばいいのかなっていう風にちょっと一歩踏み込んだ視点を持つとね、さらにね深みのあるちょっと楽しい塗りができてワンランク上の結果に結びついてくるので、これねすごくいい着眼点だなと思ってます。じゃあ立体的っていうと具体的にどういう塗りなのって話だと思うんだけれども、極論なんだけれども私は立体的っていうのは情報量の多さとか複雑性だと思ってます。例えば線画だけのお絵描きと、じゃあ鉛筆でたくさんいっぱいの色で濃淡をつけて陰影までこう細かいところまで描いていくようなデッサンですよね。この2つを比較してどちらが立体的かと言われたら、明らかに後者ですよね。デッサン的なたくさんの情報量の多い書き込みをした方が立体的な作品だって言えるのは多分みんなも想像できると思うんだけれども、極論そういうことですね。だから極端な話かもしれないんですけれども、例えば今回の肌の部分だったりとかそういったところをあともう一声情報量をプラスすることで二次元彩色なんだけれども、とはいえ立体的な深みも感じられるような作品にさらになってくると思ってます。イメージなんだけれども、今回私イラスト的な感じで書き込んでいくのであくまでイメージなんですけれども、ちょっとやってみますね。はい、今ちょっと書き込んでみました。この作品もともとベースカラーと、あとは影のカラー、あとそこに黒い線の表現、あとハイライトですね。主にこのベース影、ハイライト線っていう感じで影とベースとハイライトの塗り分けまでされていて、とってもね上手に塗り分けられてると思うんですよ。ただここで立体感っていうところがね今回出したいっていうところだったので、立体感を出すにはどうすればいいかっていうところであくまで一つの手段ではあるんですけれども、今ベースカラーと影以外にちょっとピンクっぽい色を描き足してみたいんですけれども、こんな感じでねよりこう筋肉の塊っていうものを意識して全体的に大きく、例えばこう中間色とかですかね、そういった色を入れてみるとよりこう立体感が感じられるような塗りができるんですよね。なのでこれを筆で塗ってみてもいいですし、場合によってその色だけエアブラシで入れてみたりとかしてもいいと思うので、もう一色入っていくとさらにこうリアリティみたいなところが出てくるので一個の手段としていいんじゃないかなと思います。同じくハイライトもそうですよね。このね今回あんまり書き込んでないんだけれども、手の方は手のこの指のところだったりとか、あと筋肉のこの盛り上がりの部分で白いハイライトをパッて入れてると思うんですけれども、このベタっとしたハイライト、いわゆるなんか一番明るいようなトップハイライトみたいなところ入れられてるんですけれども、それ以外でもうちょっとこうまとまりとしてこう捉えた
なんていうんですかね、もうちょっとこう大きいハイライトみたいなところを入れてみても面白いかもしれないです。井上先生が描かれるイラストに近づくような表現といったら分かりやすいかもしれないんですけれども、いわゆる原作感みたいなところが出ると思います。で次ね、動いている躍動感の表現っていうところをちょっとお話ししていきたいと思うんだけれども、今この筋肉の中で線の書き込みがされているんだけれどもね、ここちょっとつながってくるんですよね。応募メッセージに線を使っての陰影表現が難しかったってあるんですけど、紙の上にね線を描くのとフィギュアみたいな立体のところに線を描くっていうのとでは結構勝手違ってくるので、本当にね確かに難しいんですけれども、美咲さんね、この細い線よく描けてると思います。この筋肉のボコボコした食い込みのところって意外とね細くて細かい線描くの難しいんだけれどもね、すごくね上手に描けてると思います。ただね、この線なんだけれども、この線の表現というのはどこに入れるのかとか、どのぐらいの量入れるのかっていうのでね、かなりね印象が変えられる部分なんですよね。そしてね、フィギュアの躍動感を増させるっていうところにもつながってくる大事な部分になってくるのよ。そこでね、今回は桜木花道、筋肉がめちゃくちゃ見えるキャラクターだから、この筋肉に入れる線の表現として重要なポイントとなってくるコツが実はあって、さっきもちょっとお話ししたんだけれども、筋肉を腕として見るんじゃなくて、筋肉の一つ一つのこの塊として見るっていうのがすごくポイントとなってきます。だから塊として見えてくることによって線の引き方とか線の動かし方っていうのがね、ちょっとね多分変わってくると思うんですよね。とはいってもさ、難しいじゃん。でどんな風に筋肉の塊として見ればいいんだよって難しい人もすごく多いと思うので、私もぶっちゃけ難しい部分もあるんですけど、未だにそういう時はね、筋肉模型だったりとか、あとは専門的な筋肉の資料ですね、そういったものを見るととても参考になると思います。もちろん桜木花道のイラストだったりとか、このキャラの絵を見て参考にするっていうのももちろんとっても大事なんやけれども、そもそもの筋肉がどんな風についてるんだろうみたいな感じで資料として参考にしてみてみると、フィギュアの筋肉に線を入れる時の参考にめちゃくちゃなるので、これはおすすめですね。なのでちょっとこの筋肉の塊として意識して線をちょっと加筆してみますね。はい、今この右腕のところですね、ちょっと線を描き足してみたんだけれども、最初に入ってた線よりかなりたくさん入ったので、これ好みが結構分かれてくる部分ではあるかもしれないんだけれども、原作感に近づけたいという意味で言うと、結構ねこの線の入れ方って作者の方とかによってね全然ね表現が変わってくるんですよ。だから意外とイラストを見てみるとこれぐらいね線が入ってたりするんですね。だからあくまで一つのパターンですけれども、こんな風に筋肉を塊として見て大きなストロークで線を入れていくっていうのもね結構ありなんじゃないかなっていう風には思います。多分見比べてみるとね全然印象変わると思うんだけれども、よりこれぐらい線を入れた方がここに肉の塊があるぞみたいな感じはすごいねアップしたんじゃないかなと思います。立体感っていうだけじゃなくって、その原作に雰囲気を近づけたいっていう場合、本当にね線を一つとっても原作者の方によって先生によって全然表現が変わってきたりするんやけれども、井上先生ね、この「スラムダンクの井上先生のイラストをね観察して自分なりに取り込んでみると、より原作らしさもアップして近づけるなと思います。そもそも井上先生って岩玉画の絵がとってもお上手なんですよね。だからデッサンが上手い人が描くようなイラストの描き方っていうのかしらね、なんか走り書きとかドローイング的なのもねすごくお上手なんですよ。なんかイラスト集とか見るに。だから筋肉のイラストとしてもめちゃくちゃ捉え方っていうんですかね、筋肉を描く時のイラスト的表現みたいな捉え方もそもそもめちゃくちゃ参考になるので、いずれにしても見て取り入れて多分やられたらめっちゃ参考になると思います。
あとね、もう一つね、これね、好みも結構分かれると思うんやけれども、躍動感も出るしイラスト感も出るっていうところで結構劇薬的な表現があるんだよね。それがね、何かっていうとね、汗の表現です。今ね、あーってなった人多いと思うんやけれども、結構スポーツ漫画ってよくよく見てみたらめちゃくちゃ汗かかれてるのよ、ブワーって。で、スラムダンクもね、もちろん漫画見てる人わかると思うんだけれども、結構試合中の表現めっちゃ汗かかれてます。超かかれてる。だからこの汗かき込むことによって試合中の白熱した感じだったりとか、今この花道がバスケットボールこうやって持ってるけど、その時のこう臨場感みたいなやつが分かりやすく出るのね。漫画のそのシーンとかでも、同じシーンで同じストーリーでも汗があるかないか、その汗を全部抜き取るだけで多分ね、全然変わると思うのよ、多分。だからね、つまりこれはフィギュアでも同じことが言えるんですよ。でフィギュアのキャラクターにね、こう汗をたくさん書き込むって普通だったら考えられないと思うんですよ。だけどこれは二次元彩色なので、しかも原作の雰囲気を出したいと、それだったら全然ありなんですよ、汗をかき込むっていうのは。ちょっとやってみますね。はい、ちょっと汗かき足してみました。わかりますかね。汗のかき方もいろいろあるし、量だったりとか形だったりとか好みとかもいろいろあると思うのであれなんで、あくまでイメージですけれども、どうですか？汗ある時とない時で全然臨場感みたいなやつがやっぱ変わってくると思うんですよね。でもね、汗は良くも悪くも、好みとかはあるかもしれないので、あくまでフィギュアで表現したくないってことは方はね、もちろんやらなくてもいいかもしれないんですけれども、あくまで一つの劇薬として覚えておいてもらうと、もしかしたらその白熱した感じだったりフィギュアの躍動感を視覚的に簡単にこう伝えるにはね、めちゃくちゃいい表現の一つなんじゃないかなというふうに思います。でね、今ね、普通に白い色で汗をかいて、黒い線で汗の輪郭線をちょっと部分的に描く、丸い形だったりちょっと流れてる形だったり拾うっていう風にやったんだけれども、今ちょっとだけね描いたんだけれども、この汗の中に微妙にこうピンクだったりとか、場合によって紫だったりとかブルーだったりとか、若干淡く色を入れてみても単調にならずに綺麗かもしれないですね。いわゆる今ピンクを入れてる理由としては、この筋肉の今中間色みたいなちょっとこうピンクっぽい影の色を私追加したじゃないですか。だからそこの上にかぶさってくる汗のところで、透けて見えるだとちょっと違うかもしれないんだけれども、若干その筋肉の色みたいなやつが反映されてるみたいな感じで、汗だけがめちゃくちゃ浮いて見えなかったりもするので、色味を筋肉とか下の色とかに合わせて、肌の色に合わせて入れるっていうのもあくまで一個の手段としてありだなと思います。で、最後ね、もう一つワンポイントちょっと提案としてアドバイスというか一つの提案ですけどね、バスケットボールの書き込みをね、ちょっとやってみようかなと思うんだけれども、これね、もちろんこのフィギュアやっぱこう花道がドーンってくる桜木花道っていうフィギュアだと思うんやけれども、このストーリー、そのスラムダンクのストーリーとしてやっぱりこうバスケットボールですよね。このボールっていうのがやっぱり切っても切り離せない重要なアイテムじゃないですか。で、このフィギュア花道がバスケットボールをこうガッて持ってますよね。だからこう今のままでもね、もちろんね、ちゃんとこのバスケットボールに、黄色い色でちょっとハイライトを入れて、若干その中に白いハイライトも入れてるのかな、入れてるし、この手の形に沿って影とか入れてたりとか、ちゃんとボールに影も入れてて、もちろんきちんと二次元彩色の表現はされてるんだけれども、ここにもうちょっとこう色数とか手数加えることで、よりこのバスケットボールの存在感みたいなところを与えてあげることで、このフィギュアの作品としてのパワーだったりとか、
今このまさにこう躍動感のあるシーンをフィギュアとして切り取ったんだよっていう強調がねもっとできると思うんですよね。だからちょっとこのボールもうちょっと私書き込みをしてみたいと思います。はい、今ちょっと加筆してみました。こういう感じですね。拡大してみたらわかるんだけれども、ここのボールのバスケットボールのこのラインのところですね、ここのなんて言うんだろう、エッジの部分をこの線に沿って際立たせてみせたんですけど、分かりますか？ちょっとこれ白色というかちょっとピンクっぽい色も入れたんだけど、白い色でボールのラインをこう際立たせてます。これちなみになんだけれども、このボールに限らず結構ねいろんなところでこれ使えるテクニックなのでおすすめですね。例えば結構フィギュアはある程度、このフィギュアとか結構ある程度サイズがあるんですけれども、ミニチュアだったりとかちょっとちっちゃめのフィギュアとかでよくやったりするやり方なんだけれども、こういう風に際を明るい色で際にその明るい色を入れることによってその主張がこう激しくなるからよりこう目立つんですよ。だから今回このボールに限らずいろんなところで使える技かなと思います。例えば目の縁だったりもそうなんだけれども、ここキュッて入れることによってよりこうそこに目があるぞっていう感じが伝わりやすかったりとかするのでおすすめです。あとこのボールのハイライトの部分なんだけれども、ここをねちょっとこう分かりますか？この黄色いところを若干こうバファ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 っていう表現をしてみたんですけど、これによってなんかちょっと躍動感みたいなところがアップするので、これも一つのテクニックとしてありなんじゃないかなと思います。もうかっちりともう境界線をもうピシッとするのはもちろん一個の表現として全然ありなんですけれども、ちょっと躍動感だったりとか、ちょっとこう上級者向けのテクニックとして真ん中の白い例えばハイライトはきちっともう境界をかっちりとくっきりと塗り分ける表現をするんだけれども、その周りのこのね、せっかく美咲さんこれめちゃくちゃ綺麗なこのイエローを大胆にも入れるっていうこの表現、私めちゃくちゃいいなと思うんですけれども、あえてこの黄色の方はこうパッてこう躍動感の方の表現にしてみるみたいなのも一個の技としてあれなんじゃないかなというふうに思います。あとね、これ若干わかるかな、ちょっともしかしたらわかんないかもしれないんだけれども、ビフォーと見比べたらわかるかなと思うんだけれども、このボールの今ちょっと中心のところかな、ここの中心のところを結構明るいオレンジ色をガッて入れてるんですね。これ入れることによってよりもうパッと見でもボールがそこにあるぞっていう存在感がめっちゃこれ際立ったと思うんですよ。だからこれもそうだな、別に筆塗りでくっきりと入れてもいいかなとも思いますし、エアブラシ的な表現でちょっとこう輪郭をぼかすみたいな感じでこんな風にふわって入れてみてもね、要はだから彩度が高い鮮やかなオレンジをポイントでグッて入れてみるのもねめちゃくちゃいいんじゃないかなっていう風に思います。っていうね、3つをこう追加してみたんだけど、どうですかね。パッと見でバスケットボールの存在感が多分グッてアップしたと思うんですけれども、意外とねこうフィギュアって顔を一番見せたかったりとか、顔すごい大事なんで顔を一番見せたいとか、人物を一番こう見せたいよみたいな感じで塗っていくと思うんだけれども、こういうなんていうんですかね、こう影の引き立て役みたいなアイテムって意外とあったりするんですよね。例えば結構単調なその服装なんだけれども、靴のエナメルっぽい書き込みをしっかりすることによってフィギュアの全体としての絵が締まるみたいなこととかあったりするので、ポイントのアイテムを意外とちゃんと書き込んでみるみたいな、思ったよりももうちょっと書き込んでみるみたいなことをすると、他と差がつくクオリティのものが出来上がるんじゃないかなというふうに思います。はい、という感じでですね、大まかに今回やったことをまとめると、まず筋肉を立体として捉えた表現をしてみるっていうこと。結構大きく捉えるのって難しいし勇気がいる部分でもあるかもしれないんだけれども、ここをマスターするとね、よりこう存在感のあるなんか物質感も感じられるような表現になると思います。あとは線の表現、あと汗の表現、この線を使った表現を駆使して躍動感をアップさせるということですね。そして人物以外のアイテム、
今回だったらバスケットボールでしたけど、そういった他のアイテムの表現っていうところを、主張をちょっと一歩踏み込んでより主張を出してみることで作品に説得力を与えるっていうことですね。これらをね意識してみたらね、また違った顔のね素敵なフィギュアになるんじゃないかなと思います。どうですか？ちょっとでも参考になったら嬉しいんですけれども、ということで今回はそんな感じですかね。聞かせて塗装テク第1弾やってみました。なんか私も今回初めてやってみたんだけど、今ねフィギュアにさ直接書き込んでるわけじゃないから、今のもあくまでイメージだし、全く同じ感じにというふうにはもちろんいかないんだけれども、なんて言うんですかね、ポイントっていうところでは別に変わらないので、あくまで一つのパターン、一つの引き出しとして今回のアドバイスも参考にしてくれたら嬉しいなというふうに思います。このチャンネルでは引き続き私のフィギュアの塗りだったりとか、あとはリペイントだったりとか作品に関することを中心にやっていくんだけれども、今回のね聞かせて塗装テク、みんなからの声とか感想がよかったらまたもしかしたらやるかもしれないので、ぜひこの動画の感想とかコメントみたいなのをしてくれたらとっても嬉しいです。ということで終わりましょうかね。検索応募いただいた皆さんありがとうございました。またやるかもしれないので楽しみにお待ちくださいませ。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。